皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は少し趣向を変えて世田谷文学館でドナルド・キーン展を見て驚きましたんで、その話をさせていただきたいと思います。世田谷文学館、私が月に1回皆さんにお知らせしている講演会、高木秀樹さんの講演会で行ってきました。その際にドナルド・キーン展をやっていたんで見ましたけども、日本人より日本人らしい、ここまで日本人を理解してくれてる方がおられたんだということを深く感じました。ドナルド・キーンさん、ニューヨークで生まれました。そしてなんと16歳で大学に入るという天才ぶりです。9カ国語も話せるそうです。というこの天才のアメリカ人のドナルド・キーンさんが日本に来て、なんと25年もかけて日本文学史を書き続けたという話にも感銘を受けました。ということで今日はこの歌舞伎文楽お能にも造詣の深いドナルド・キーンさんをドナルド・キーン展とともに見てみましょう。ドナルド・キーンさんは16歳で、大学に飛ぶ級で入ったと言いましたけども、それはニューヨークのコロンビア大学の文学部にピリッツァー奨学金制度により飛び級で特待生として入学したそうです。そこで源氏物語と出会ったそうです。その源氏物語で彼が選んだ生涯の情熱は日本文化、日本文学に向けられました。若い頃にこんな文学は世界にないと源氏物語を読んだそうです。アーサー・ウェイリー役、これ世田谷文学館にそのアーサー・ウェイリー役の本が飾られているんですけども、想定もとても美しい本です。でそこから日本に惹かれで、第二次世界大戦後来日しました。その前は文字でしか知らなかったいろんな日本の文化、それに徐々に触れることができました。そして文学者ともいろんな交流をします。その相手が三島由紀夫や安部公房、古典から現代文学までのこの幅がすごいと思います。三島由紀夫もう生誕100周年ということで今年話題ですね。そしてこの日本文学史を25年かけて執筆、これ自分で、全部一貫して書かなくてはいかないというポリシーの持ち主だったようです。普通こういう文学史だと何名かの自分の詳しい分野の著者が分担するんですけども、キーンはそこを独自で貫きました。誰もやらないなら私がやるという情熱を感じました。そしてさらに驚いたのが、この史実を書くときにわからないものはわからないと書く、研究者として正直でありたいと、なぜその作品を取り上げるのかと、そしてわからない時にはわからないと書くというきちんとその主張、彼のポリシーも実際彼の肉筆で書かれてました。だからただ事実を淡々と述べただけじゃなくて、いろんな評価が入っているから面白いというふうに言えると思います。そして日本に来て、その前に文字だけで読んでいたお能、文楽、そしてこの歌舞伎に触れます。それがこの能、文楽、歌舞伎というこの講談社学術文庫
に翻訳されてちゃんと日本語でまとめられています。特に彼が一番造形が深いのは最も難解なお能です。性の美、抽象性、そして精神性、これを世界の演劇の頂点というふうに評しました。お能に関してはこう書いてます。芸術に対してある程度の感受性を持った人なら、初めて能楽堂を訪れた時に深く感動することもあるだろうし、舞台芸術としても伝統に深く根ざした能について詳しく知れば、その喜びは一層増すことであろう。私がこの本を書いたのも、能の喜びを知る助けとなるであろう知識を他の人々と分かち合いたいと思ったからである。まず能楽堂についても言ってるし、この静かな本当にわずかな動きで全てを表す。お能に関しては金子慶三さんという写真家と一緒にお能の本 The Classical Theatre of Japan という本を出しています。そして近松門左衛門の翻訳もしています。この近松が描いたどこにでもいるような人間の悲劇の得意に人の心を動かす性格が私にその作品を訳すことを決心させた主な理由だったと言ってます。まさに今話題の曽根崎心中、これも近松ですね。ドナルド・キーンは近松の国選夜合戦で博士号を取っています。曽根崎心中、そしてこれから舞台にかかりますけども、女殺し油地獄も翻訳しています。歌舞伎についてはこう書いています。1953年11月、京都の南座の顔見世で私が歌舞伎に開眼したのはこの時だった。そして最初に魅了されたのは女形であった。その時に見た近松門左衛門の曽根崎心中でお初に扮した中村千尺の神秘的な美しさが忘れられなかったのである。歌舞伎の女形はそこに行くと、役柄の中から女らしさを抽出し、あらゆる仕草や表情の移り変わりを通じて舞台の女が本物の女であると観客に思わせようとする。無論観客は彼が男であることを忘れるわけではない。そしてこの矛盾こそが女形の魅力の真髄となっているのだ。観客の方はそれが女であると信じると同時に、そうではないと冷めてもいなければならず、この反駁のありようが芝居を成功させる鍵であると女形を演じる者は認識している。やはりこの歌舞伎を誇る女形というものの素晴らしさ、そして男が演じるという面白さをこう評しています。この文楽のキーンが書いた本も展示されているんですけども、その表紙、これも写真家の金子慶三さんの写真ですけど、この人形のクワッという顔、ぜひご覧ください。そしていろいろ金さんの達筆な手紙もたくさん展示されています。本当に展示を見て感じたのは、日本文化は日本人より外国人によって救われた部分があるということです。金さんが世界に広めて、そして例えば三島由紀夫なんかも、彼のいろんな戯曲、そしてお能の一部が講演されたりしています。ドナルド・キーンさんの情熱がなかったら、今の日本の伝統文化はもっと失われていたかもしれないと思います。そういうのもぜひこの文楽歌舞伎、これ非常に読み応えがあるんですけども、それぞれの一番最初の部分、お能だと能の喜び、文楽だと文楽の味、そして歌舞伎のところは歌舞伎というところを数十ページずつでも読んでいただくと、彼のこの洞察、そして素直な感想
に驚くと思います。ぜひ一度このドナルド・キーン展もご覧ください。2階の展示以外に1階の奥の書籍のコーナーにも彼の書籍が手に取って見られるようになってます。そして日本の文化の素晴らしさを改めて感じてください。そしてこの世田谷文学館で12月の18日に国立劇場と新歌舞伎ということで、新歌舞伎の作者だった三島由紀夫の話も元国立劇場理事の織田浩二さんにしていただきます。12月18日14時から世田谷文学館でやりますんで、この公演にご参加いただけるとドナルド・キーン展とこの公演一緒に同時に楽しむことができますのでおすすめです。ということで、ぜひいいねもよろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。ぜひドナルド・キーン、そしてこの展示をご覧になった方、感想をコメント欄にお書きください。ということで、今日はドナルド・キーンさんをご紹介しました。そして日本文化、ぜひこの能、文楽、歌舞伎全部を楽しむ、通して楽しむ、3種目楽しむ、スポーツでいうとトライアスロンのようなものでしょうか。この面白さを味わってください。歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。それではまた。